皆さんこんにちは。先日中央ヨーロッパに旅行に行ってきたので、今回の動画ではまずオーストリアの旅の様子をお届けしようと思います。ウィーンだけではなくってモーツァルトの生まれ故郷のザルツブルクや自然たっぷりのハルシュタットにも行ってますので、ぜひよかったら最後まで見ていってください。今回の旅では現地で友達と合流するため、まずライアンエアーを使ってロンドンからウィーンに飛びます。到着が近づくにつれて緑が増えてきました。とりあえずウィーンには2泊することだけ決まっているので、友達と合流でき次第どこで何するか決めようと思います。ロンドンから2時間ほどで到着しました。まずホテルがあるウィーン中央駅には安くて速そうな鉄道で向かいたいと思います。この15時3分発のレイルジェットに乗ります。車内は広々としてて快適です。そしてなんと前の席に日本人の方がいらっしゃいました。中央駅までは15分ぐらいの道のりです。なんか調べてみるとウィーンは主要なターミナル駅が結構多くてややこしいですね。ウィーン中央駅に到着しました。駅がめちゃめちゃ広いので迷子になってます。なんとか無事にホテルで友達と合流できました。一旦外のカフェでいろいろ話すことにします。オーストリアのレモネードはあんまりレモンしてなくて飲みやすくておすすめです。ウィーンといえばホテルザッハーのザッハトルテも有名なので食べてみたいな。久々に会ったので話が弾んでしまい、気づいたら3時間ほどカフェに行っちゃいました。日も長いしお散歩がてら中心部に向かいます。この夏の夜に広場でチルしてる感じヨーロッパっぽいね。このバロック建築が有名なカールス教会では連日夜にコンサートが行われるそうです。世界トップレベルのバレエやオペラが上演されている国立歌劇場は外観もとっても素敵です。歩き続けてるとウィーンのシンボルと言われるシュテファン大聖堂にやってきました。中も一部のエリアは入場無料っぽかったので入ってみます。この大聖堂には南棟と北棟があって、それぞれ6ユーロほど払えば上に登れるそうです。夜なので全体的に厳かな雰囲気ですが、朝や昼に来るとまた違った雰囲気を楽しめそうです。大聖堂の前にはたくさん屋台が出ていて、チェコの雰囲気を思い出しました。2人ともあんまりお腹が減ってなかったので、このソーセージやハムを売ってるお店で軽く買いたいと思います。旅行すると無性に生ハム食べたくなるあるある。夜のライトアップされた国立歌劇場もとっても美しいです。トラムに乗ってホテルに帰ろうと思います。おはようございます。今日は朝からザルツブルクという町に向かいます。ザルツブルグとはウィーンから鉄道で 2.5 時間ほどの距離にあるドイツとの国境付近にある都市です。前日に行くことを決めたので、当日の朝駅構内でチケットを買いました。当日券を購入したので席の指定ができず、空いてる席を探すのが大変だったので、時間のある方はかなり前広にオンラインからチケットを予約することをお勧めします。ザルツブルグに到着しました。駅前のバス停からバスに乗って中心部に向かいます。お土産屋さんを見てみます。塩が有名な町というだけあってスパイスもたくさん売ってます。ザルツブルグのメインストリートともいえるこのゲトライデ通りは両側にお店がたくさんあって観光客で賑わってます。こちらはモーツァルトが生まれてから17歳頃まで住んでいた家です。お塩で有名なお土産屋さんに来ました。
ちらのお店では食材用の岩塩から化粧品、バスソルトなどいろんな商品が揃ってます。私はこのシンプルな天日塩をお土産に買いたいと思います。この馬車がまさに中央ヨーロッパって感じですね。ここにはヨーロッパ最大級のパイプオルガンが所蔵されているそうです。お城のちょうど下にあるカピテル広場にやってきました。この金のボールに乗った男性の像が不思議で仕方ないけど平和な広場です。この広場の先にあるケーブルカー乗り場からお城に向かいます。お城までは歩いて登れるそうなのですが、この日は暑かったのでケーブルカーを選んで正解でした。1分ほどで到着しました。丘の上の要塞なので景色が楽しみです。ここからは景色が一望できます。さっき見た金のボールや大聖堂も見えますね。手前が城下町である旧市街になってて、川の向こう側は鉄道の駅がある新市街です。お城の裏側は自然がいっぱいです。お城の中では昔使っていた武器などの展示品が見れます。喉が渇いたので休憩します。お城の敷地内にはこんな感じで景色を見渡せるような絶景レストランやカフェがいくつかあるのでおすすめです。ハーブが入ったぶっといソーセージとハッシュドポテト、ザワークラフトがよく合いました。下山してお土産屋さん見てるけど、モーツァルトグッズが本当に多いですね。ジェラートとカプチーノでちょっとだけ休憩します。ザルツブルクは本当に街がこじんまりしてるので日帰りにぴったりですね。お城からも見えていたこのザルツァファ川を通じて、かつては塩の交易が行われていたようです。この南京錠がいっぱいかかった橋から見る景色はなんだか京都の鴨川みたいでほっこりします。川の向こうの新市街にはモーツァルトがウィーンに引っ越すまでの間住んでいた家もあります。ミュージカルのサウンドオブミュージックの舞台になっただけあって、こんな観光バスもありました。ミラベル宮殿の横にあるこのミラベル庭園では、映画サウンドオブミュージックのドレミの歌のシーンで使われたことでも有名だそうです。電車で2時間半かけてウィーンに戻ってきました。この頼んだグラーシュが男子高校生が食べるぐらいの量あってびっくりしました。おはようございます。前日に予約したビア島のバスツアーでハルシュタットに行きます。今回はハルシュタットまでバスで直行ですが、自力で行く場合はザルツブルク経由で鉄道と渡し船で行くこともできます。途中のサービスエリアで朝食をとることになりました。ビュッフェ形式です。このルバーブのケーキが甘酸っぱくて美味しかったです。お友達はおしゃれ朝食を食べてました。しばらく走り続けると綺麗な湖が見えてきました。山も近くて自然たっぷりですね。ここから3時の渡し船までは自由行動なのでゆっくり散策します。ここハルシュタットは人口が800人ほどの小さい町なのですが、世界で最も美しい湖畔の町とも言われています。湖に沿って町を歩いていきます。このカラフルな家とお花の感じがおとぎ話に出てきそうで可愛いです。この市街地側の湖畔の水はよーく見るとあんまり綺麗じゃないですね。ハルシュタットはその景観の美しさから1997年には世界文化遺産に登録されたそうです。実際アジアからの団体客も多く感じました。街中にはカフェやレストラン、お土産屋さんがたくさんあります。ここハルシュタットには約7000年前に作られた岩塩港もあり、塩の町としても知られてますが、蜂蜜もたくさん売っています。観光客が多い町ということもあって、物価も全体的にそんなに安くないなという印象です。
どこを切り取っても絵になる街です。街の裏の山には滝も流れていて、本当に気持ち空気が美味しく感じます。ここはマルクト広場という大きい広場になっていて、周辺にはレストランやカフェが並んでます。街中でやたらレリゴーを流してる人多いなと思ったら、ここはなんとアナ雪の舞台だったそうです。平和な景色、夏が一番のシーズンらしいですが、冬の雪景色もきっと綺麗だと思います。暑いけどお腹は空いてないのでジェラート。そしてついに時間を持て余してしまったのでカフェに入ります。街自体も 2,3 時間あれば十分に回れます。高台から見る景色が一番美しいです。確かにアナ雪かも。さて、ツアーの待ち合わせ時間になったので、この遊覧船に乗って対岸に向かいます。対岸までは途中の中継駅を挟んで約30分ぐらいで到着します。湖の上から見る街並みもすっごく綺麗です。私のチャンネルを見てくださってる方はうすうす感じてるかもしれませんが、私はこういう街並みが本当に大好きなんです。マイナスイオンを浴びて生き返りました。到着です。こっち側の方が水も綺麗なので泳いでる人もいました。あの後すぐバスに乗ってウィーンまでの長い道のりを帰ります。休憩込みの4時間半ぐらいでウィーンに戻ってきました。今回ウィーンは全然観光しなかったな。ザ・ハトルテ含めてまたいつか来ようと思います。地下鉄で中央駅まで向かいます。バス乗り場が全然わかんなくてうろうろしまくってたんですが、ようやく見つけました。ちなみにフリックスバスやレギオジェットの国をまたぐバスはこの黄緑のエリアから出ます。今回はこのフリックスバスでウィーンからスロバキアの首都のブラチスラバまで向かおうと思います。ブラチスラバに突入します。パスポートも何もチェックなしでした。道中本当に明かりがなかったけど、ブラチスラバに入った瞬間、街の明かりは眩しいです。夜のブラチスラバ城もなかなか厳か。1時間ちょっとで無事にブラチスラバに到着しました。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。次回はスロバキアとハンガリーへの旅の様子をお届けしますのでお楽しみに。